はい、じゃあ皆さん、ここから先は作ったところなんですけども。はい、じゃあまず基礎打ち。基礎打ちですね。基礎打ちが一番楽しいですよね。もう、マゾにはたまらない。はい、ということで、基礎打ちどうやってやっていったかってところなんですけれども、まず基礎をね、普通は水平をね、出すために、透明なチューブを使って、遠いところと遠いところで、中に水を入れて水面の高さを合わせてやりましょうっていうのは一般的なんですけれども、僕はすぐ裏にね、裏のお家のフェンスがあって、その基礎がかなり正確に水平が出ていたので、その基礎を目印にしてやりました。で今回ね、基礎と基礎のピッチの正確さがものを言うような設計になってるんで、正確さにはかなり気を使いました。で、実際測ってみると、はい、84.5 センチ。2箇所しか測りませんけども、はい、84.5。って感じでね、大きくても5ミリ以下にズレが収まるように配慮してます。どやーということで、基礎はめちゃくちゃ正確に打ちました。で、どうやって打ったのかですね。はい、これどうぞ。基礎のね、うちの割り出し方なんですけど、基礎を打つ前に最初にですね、距離をかなり正確に測って、この基礎のセンターを基準にして、ピッチを決めていきました。この壁ですね。この壁のところに簡単にシールを貼って、で、シールごとにセンターを合わせて穴を掘っていくという形になります。はい、こんな感じで基礎をね、ガンこう、ガンって穴を掘ったんですけれども、もう基礎の打ち方なんてね、ウェブサイトにいっぱい載ってるんで調べていただいたらいいと思うんですけども、大体ね、穴掘って砂利入れて、叩いて、基礎をこう、ね、配置して、めっちゃ重いんですよ。めっちゃ重いんだけど、頑張って。水平器をカンと当てて、周りからモーターをガッとこういう風に入れたらできるんですよ。基礎はね、頑張るだけ。基礎はやるだけ。登山と一緒。登りればつく。で、ここで一つトラブルがあったんですよ。ほんとこのトラブル辛かった。ほんと聞いてください。効率化を求めて、先に穴だけ掘ったんですよ。じゃんと掘ったんですけれども、そしたら、時期に、梅雨の時期が来まして、雨がね、出たんですよ。いや、普通に溜まるじゃないですか。水がね。いやー、溜まったなーと思って。いつか履けるだろうなと思って待ってたら、2週間ぐらい経って全然効かないんですけど、なんでかなーって思ったら、これも前半動画見ていただきたいんですけど、うちの庭のね、土がね、めちゃくちゃ粘土質なんですよ。だからもう下でね、ピターって水がもうプールみたいにこう溜まって、もう全然水が吐けないんですよ。で僕もね、いろんなことして、もう早く水を出したいと思って試したんですよ。灯油のポンプ買って、うわーってやってみたりとか、出ないんですよ。そんな。あともっとアホなことで、太いチューブ買ってきてね、口で映画の主人公みたいにやりましたけどね、何一つ効果なかったです。一時的には減るんですけれども、周りのね、このプールの水がさーって流れ込んでくるんで、これがなんとね、4ヶ月ぐらい続きました。で、その間全く基礎の作業がですね、進まなくなってしまったんで、先に、出来上がった基礎のところにこう支柱を立てていきました。で、支柱の立て方もね、結構セオリーがあるんですけども、鎖を作るといいです、皆さん。鎖、こう。三角形のね、木のやつ。もうこれね、その辺の2x4 とかの木材買ってきて、自分でこう、四角形の角っこをジャガジャガジャガって切ったら、もうそれ、鎖です。で、支柱を入れる前に、砂利をジャッジャッジャって入れて、高さをなんとなくこんな感じかなと思って、入れて、支柱をブスッとこう刺します。で、ちょっとカン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 ってやって、基準としている高さにちゃんと合ってるかなってこうメジャーで測ります。で、高さ方向が合っていたら、先ほど作った、くさびをですね、こう、四隅に入れて、トンガシでカン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 ってやります。そうするとね、ぐっとこう三角のこう斜面が、グッとなって、大体は動かなくなりますね、支柱が。で、それだけだとちょっと不安なんで、サポートとして、柱を、この支柱の上のところにグッてこうつけて、で、ガムテープでちょっとぐるぐる巻きします。で、僕がやった方法なんですけれども、モルタルを後から入れました。隙間のところにね。で、なんで後から入れたかというと、やり方としてはね、先にモルタルをガーって入れて、その上からズボってこう、支柱を刺しちゃう方法もあるらしいんですけれども、僕はね、それやってしまうと、支柱の中にもし雨水が入った場合、逃げ道がなくて、中でなんかこう、腐食すんじゃねえかな。なんか気持ち悪い虫とか入っちゃうかなみたいな感じで思ったんで、一番下のね、ゾーンはこう、砂利で、もう水がツルツルに地中の中に抜けていくっていうスタイルを取りたかった。で、モルタルですね。モルタルを、その支柱の周りにね、流し込みました。で、流し込むときはね、またこれ難しくって、なんでかっていうと、くさびと基礎の隙間がね、もうこれぐらいしかないんですよ。
これぐらいの隙間の中にモルタルを流し込むのってめちゃくちゃ難しくって、なんで僕はもうめちゃくちゃびちょびちょに作って、流し込んだりだとか、細いね、スコップみたいなやつでシュッて入れたりしました。でも僕が一番おすすめするのはやっぱり緩く作る方法ですね。モルタルをすごく緩く作っといて、シャバシャバにしといて、もう思い切って、うわーっていう風にやることですね。それが一番早いと思います。で、一晩待つともうカッチカチになるんで、そしたらもうシチューの出来上がりです。めっちゃシチューできると嬉しいですよ。何でもできそうな気がする。どんな構造体でもござれって感じで。はい、続きまして、すのこ作り来ました。木が一番楽しいよね。コロナのせいで、ウッドショックってあったじゃないですか、皆さん。アメリカのね、住宅出しあれのせいで、ホームセンターに行っても全然木が手に入らなくて、ホームセンターに行って、ACQ カー注入剤の3フィートの板100枚くださいって言ったら、100枚ですか3ヶ月待ちですって言われて、3ヶ月待ちですか？僕は一般消費者ですけど、建築業者じゃないんですけれども、そんな待つんですか？やっぱり全部足りないってことなんで、はい、こんなことがありました。で、肝心のすのこ作りなんですけれども、こういう木の作業を進めていくにあたって結構大変だったのが、私外で作業していたんですけれども、作業スペースですね。雨に濡れない作業スペースが欲しくって、途中でね、でっかいテント買いました。こんな感じのね。でっかいテント買って、これ買ってすごい良かったなと思います。皆さんもぜひね、外でね、いい作業場がないっていう場合は、もう2万円ぐらいで買えるんで、もうでっかいテント買った方がいいです。でもずっとつけといてください。もう台風とか来たら畳んでくださいよ。畳んでくださいになるんですけれども、基本ずっと出しといて、そこの下で作業したらめちゃくちゃ早いです。これは本当お勧めします。で、すのこをね、できるだけ横板はもう切らないで作れるように設計したので、そのままバーッと塗装しました。で、縦板の方は、少しだけ長さが長かったんで、自分でギコギコ、一本一本ね。これ丸ノコで切ったら早いんでしょうけど、僕は丸ノコ買うのもお金がもったいないんで嫌だったんで手で全部切りました。切って、キシラデコールっていう塗料を塗りました。で、キシラデコールね、これね、トラップがあったんですよ、奥さん。どういうことか。現場のワッサンがいますんで、聞いてみましょう。ワッサン焦ってます。キシラデコール、白くならねえじゃんって思ってるそこの奥さん。朗報です。白くなります。キシラデコールのね、缶の表面に貼ってあるシール、なんか微妙に黄色いんですけれども、あれはね、一度塗りして黄色い木に塗った時の色なんですよ。もうこれ3度塗りぐらいすると、ガンガン白くなります。キシラデコールで真っ白はできる。キシラデコールって底の方にめちゃくちゃ粉が溜まってるんですよ、粉。その粉がね、振ったぐらいで全然動かない。もう片栗粉だと思ってください。でね、こういう棒を使って缶の奥にズボって入れて、グーリグーリグーリってやんないと、本当に手で振ったぐらいじゃ絶対溶けないです。僕1回目それ知らずに塗って、もうめちゃくちゃ薄い透明みたいな液体出てきたんですけど、頑張って振ったんですよ、5分ぐらい。それでもそうなっちゃったんで、皆さん絶対キシラデコール使うときは、棒で底の方をかき混ぜてください。で、キシラデコール塗るのも100枚とかもう100枚以上に、130枚ぐらいの板を塗らなきゃいけなかったんで、乾かすスペースがないから、もう木と木の間にスペーサーをね、もう木のちっちゃいやつを自分で作って、スペーサーで風が通るようにして、で、こう、櫓を組んで、とにかくすごい、写真からは伝わらないけれども、めんどくさいことをして、塗装を終えました。でね、スノコを作った時に、一つ皆さんぜひ参考にしてほしいのが、何でもね、DIY でそうだと思うんですけど、大きな四角を作る時。これはね、辺の方の長さを測っても正確にはできません。っていうのもこうね、平行にこう歪んだ場合って、平行四辺形で歪んだ場合って、この辺の長さは一緒なんだけれども、歪んでてつかないっていうことがあったんですよ。僕もこれ実際フェンス作ってて、その子作ってて実際あったらめっちゃ困ったんですけども、なんで、対角線で測りましょう。対角線で測ると、だいたい綺麗に美しい寸法が出てきます。使ったコースレットっていうんですかね。ビスは全部ステンレスにしました。ステンレス使ったやつこれです。どうぞ。はい、使ったネジはこれですね。Amazon で買いました。ホームセンターと値段あんま変わんなかったですね。で、これもちゃんと長さ計算して、奥に貫通しないような長さ。この 2x4 の、7割ぐらいまで貫通するかなっていうところの長さを選びました。これ刺すって書いてあるじゃないですか、これ。
サス410っていうのはどういうものかというと、そのサスってやつもいろいろあるんですよ。サス410とかサス403で系統が分かれてるんですよね。マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系、それぞれのね素材によって金属の配合は違うんですけれども、価格とか耐久性とか耐熱性とか硬度、いろんなものが違うんで、そんな気にしなくてもいいとは思うんですけども、ちょっと気にしてあげると DIY が楽しくなると思うんで、皆さんもねネジ1個買う時にもこれサスなんだろうみたいな感じで見て、ちょっと調べて買ってみたら面白いと思います。ちなみにさっきのサス410を買った理由ですが、Amazon で安かったからです。まあでも耐食性は強いらしいんで良かったです、それで。はい、続きましてね、金具探し。この支柱とすのこをつなげる部品。これを探すのがものすごい大変だったんですよ。もうこの僕の住んでる地域のホームセンターを巡ったりとか、ウェブで見たりとか、板金屋さんのウェブサイトを見たり作ってもらっちゃおうかなとか考えたんですけど、結局ね、もう自分の用途に完璧に合うものってないんですよ、世の中。相当探したらあるんでしょうけれども、そんな探してるうちに1年経っちゃうぞっていうぐらいで、なんである程度のところで妥協しないといけないかなって僕はその時思いました。で、僕が妥協したのが素材ですね。他の金属の素材全部先ほど言ったようにステンレスで作ったんですけれども、この L 字の金具だけはちょっとステンレスがどうしてもなくて、結局鉄系のやつでメッキ処理したっていうものになってます。なんでね、さっき出てきた動画みたいに金具がもうすでに錆びちゃってるんですけれども、ちょっと妥協したポイントで、残念なポイントではあるなというふうに思います。で、ボルトとかナットっていうのは全部ステンレスにしました。で、思ったより高くて、買うときに、これで、こんなちっこいやつらなのにこんなに高いんかって手が震えた記憶があります。金具だからといって値段を舐めてると結構悲しい気持ちになるので、気をつけてください。特にステンレスは高いです。でね、これ調べてる時にすごい面白いなって思ったのが、金属同士のこの錆、イオン化傾向っていう現象らしいんですけれども、この金属とこの金属をつけておくと、こっち側からこっち側の金属にイオンが行きやすくなって、その結果、錆びやすくなるよっていうのはちょっと難しいんですけれども、そこはちょっと皆さん各自で調べていただきたいんですけれども、そういう面白い現象があるらしくて、本当に相性が悪いものを選ぶと、錆びにくいもの同士でもガンガンに錆びるっていうことがあるらしいんで、皆さんもね、ぜひちょっと面白いんで見てみてください。ちなみに私はその辺全く気にできませんでした。気にしようとしたけれども、さっき言ったみたいに素材で妥協したので、その辺はちょっと適当になってしまいました。すいません、中途半端で。はい、ということで、支柱もできたし、すのこもできたし、金具も変えたってことで、組み付けの工程ですよね。で、もう一発目に組むんで絶対失敗すると思ったんで、できるだけ目立たない、この右側の端っこのところを試作品として自分の中で位置づけて、ここでいくらでも失敗していいっていう風に割り切って、いろいろと試しました。こんな感じで、いろいろ失敗してます。この部分、支柱の一番右側の支柱なんですけれども、もう穴、間違えて開けまくりました。で、今ちょっと樹脂のキャップして、なんとなく水とか虫とか入んないようにしてますけれども、もうこんだけ失敗してます。ここだけじゃなくて、この辺とかね。でもいいんです。試作なんでね。このゾーンは自作ゾーンということで、これでいいと思ってます。はい、いよいよ終盤になってきました。最後の仕上げとしてね、このウッドフェンスの上面の部分を僕は仕上げていきました。かさぎって言われるものなんですけれども、これも動画の方で説明していきたいと思いますが、これ作り方によっては先にかさぎをつけてその板に貼っていくっていう方法もあるらしいんで、ぜひですね、皆さんその順番っていうのは自分各自で決めてみたらいいかなというふうに思います。かさぎの紹介どうぞ。ね、こんな感じで上の面の保護っていうのはすごく大事で、これがかさぎと言われるもので、ウッドフェンスの耐久性をぐんと高めてくれる板です。これがないとね、雨がとか日の光が直接この本体の方の構造物に当たってすぐ傷んでくるんで、これは絶対つけた方がいいです。あとこれわかりますか皆さん。この美しい立体感。これね、専用部品じゃなくて、実はね、自分でサイズが合わないやつを削って作ったんです。こんな感じですね。
やっぱりこの中にね、水が溜まるとすごく良くないと思ったんで、一応水が抜けるようにはしたんですけれども、こういう蓋をね、気持ちよく。気持ちいい。はい、ということで、以上が全ての工程になります。じゃあ、ここからはね、実際にかかった費用と、その内訳の方をお見せしたいと思います。こんな感じです。こちらがウッドフェンスの費用の内訳になってます。横張りの板の AC 加圧注入剤のものが1枚550円。で、それが120枚。66,000円になってます。縦張りですね。すのこの奥の方の板なんですけれども、それがちょっと縦の長さが長いんで、1本600円ということで、それが24本で15,000円になってます。で、こだわったアルミの支柱は、ちょっと1本あたり高いんですけれども、3,580円で、13本で47,000円ということになってます。で、そして金具に移りますけれども、金具のですね、すのこを支える一番底のでっかい金具については、1個1180円もしてですね、それが24個で28,000円です。で、横にぴょんぴょんぴょんとこう出ていた金具については、1個318円で48個で16,000円となってます。で、ボルト類なんですけれども、長いのと短いのがありまして、長い方が1個238円で、それが150個で、だいたい38,000円。高いね、ほんと。ちっちゃいのに高いんですよね。数が多いんでしょうがないんですけれども。で、短い方のステンレスのボルトで、50個で1万円と。ワッシャーが、だいたいですね、3,000円ぐらいだったかなと。これはまだまだ余ってるんで、今後の DIY に使っていければなと思ってます。そしてステンレスナットですけれども、1個158円の72個で13,000円。そしてコンクリートの基礎なんですけれども、これが意外と安く収まって、13個で2,800円ということになってます。で、インスタントモルタルとかロバン材ですね。ちょっと G 間違ってるんですけども、砕いた石っていうので、だいたいトータルで2万円ぐらいかなと。ちょっとインスタントモルタルとかね、出来合いのもの買うとちょっと高いんで、これぐらいになっちゃってるかなと思います。塗料のキシラデコール4リットルが7,000円ぐらいだったかなというところと、またその他雑費、ちょっとインパクトドライバーとか買ったりしたんで、それでも両備で安いやつなんですけども、で、2万円ぐらい計上してます。で、なんだかんだで、トータル、はい、25万円と、かかりました。結構高くついたかなと感じる人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、僕が、業者さんに見積もり取った時には、1回60万って見積もりも出した業者さんいたりだとか、安くても40万っていうところがあったり、当然ね、もっともっと安く作れますっていうところあると思うんですけれども、それでも自分のやりたいような設計で、自分のやりたかった作り、メンテナンス性、デザインっていうところがしっかり実現できて、なおかつあと作るっていう楽しみも感じることができたんで、それで25万だったら安かったかなと思うようにしてます。はい。費用の内訳、そんな感じです。もうね、なんだかんだで1年間ぐらい作ってましたからね。6月に始めて6月にできるっていう、もうわけのわからない時間をかけて作りまして、本当初めての対策だったんで、いろいろ失敗して、いろいろ勉強して、すごく楽しかったです。で、冒頭の注意でも出てきたんですけども、ウッドフェンスは本当に転倒して危ない、下手したら死んでしまうようなものなんで、ぜひ作ってみましょうみたいなことは僕言えないんですけれども、何かね、こういう自分で設計してとことんこだわるところはこだわってものを作ってみるっていうのは楽しいなっていうふうに思いました。で、いろいろ他にもね、作り方とかあるんで、私のことだけをこう参考にするのをやめておいていただいて、いろいろ調べて自分なりの作り方を検討していっていただければなと思います。じゃあまた何か面白いものを作っていきたいと思いますんで、この動画面白かった、もしくはもっと見てみたいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバイ。